秘伝のツール大配布。漫画のエフェクト解説講座の巻。皆さんこんにちは、ゆきのこです。助手のゆきんしです。今回は漫画のエフェクトについてです。よく見かけるので言うと、こういうキラキラとか、こういうホワホワとかです。キャラの感情や表情、シチュエーションの演出を補強したい時に使います。背景を描きたくないけど、白背景にはしたくないみたいな時にも、こういう素材は助かるよね。ただですね、トーンの画像素材とかスタンプ系の素材は割と充実してるんだけど、掛け網とかのヒッチが感情に強く影響するモノクロのエフェクトになると、アズセットを探しても、なかなか自分の漫画に合う素材がなかったり、実際漫画で使ってみるといまいちな仕上がりになりがちだったりします。モノクロ漫画用の素材って意外と少ないんだよね。そこで漫画に特化した、ゆきのこ秘伝のツールたちを制作しました。漫画を描いてる人なら、今までなかった、これが欲しかったんだよー、って言いたくなるやつばかりだと思います。おー、そんなに？そりゃあもう僕が普段アシスタントの仕事用に作って使っているツールたちですから、プロの漫画家さんほどびっくりすると思います。概要欄のリンクから全部無料で配布しているので DL して使ってみてください。全部無料は助かるーって60種類以上は多すぎだよー。加減しろ。ちょっと作りすぎちゃったので、使いそうなやつだけ DL してみてください。それじゃあがっかり系のツールから紹介していきます。まずは、ザラザラ優先ツールです。キャラががっかりしたり落ち込んだりしてる時に、縦向きの優先を入れると、より落ち込んでる風にできます。少しザラザラな質感になってるから、落ち込んでいるシーンとかに合いやすくなってるね。次は僕をがっかりさせてみましょう。ちょっとキャラに対してエフェクトが深刻すぎる気がするよ。リアル系の絵柄なら問題なかったけど、キャラとエフェクトでデフォルメ具合に差があると噛み合わせが悪いんだよね。そういう時はこの、うねうねがっかりブラシです。ギャグよりの表現で深刻じゃないがっかりシーンにちょうどいい感じだね。短めのブラシもご用意してあります。こっちはキャラにかかるマンプとして使えるね。レイヤープロパテの白縁と合わせていい感じだ。ブラシの仕組みとしては、空白付きのうねうね線が複数並んでる構造で、ベクターレイヤーに書けば、後からでもストローク間隔や、先端の厚さを調整できます。ブラシの先端素材は、こんな感じに同じ選択範囲を使い回して、空白部分ごと素材に登録することで、各素材を同じサイズの先端として扱うことができます。この方法で好きなブラシ先端を作って、先端を差し替えて頑張って調整すれば、オリジナルのがっかりブラシを作れるよ。これで自分の絵柄やシーンに合うがっかり線が作り放題だね。最後にもう1個、滴りがっかり線ツールです。火や汗が滴るような雫感のあるがっかり線だね。これは散布効果の優先ツールで、終点を編集したり、間隔とかブラシサイズ、粒子サイズなんかを調整できるよ。優先ツールなので、先に多重曲線定規を設置しておけば、ぐにゃぐにゃにスナップしてくれるよ。曲がった線の素材ってなかなかないけど、自分でその場で作れちゃうのはすごく便利だね。次はあんまり特別感はないんだけど、定番のフラッシュ系のツールを紹介していくよ。まずは白フラッシュです。何かに気づいたり、提案をするときなどに、ベタやグラデーションと合わせて使います。この何かを推理してる探偵さんに使ってみましょう。この時、シフトを押しながら使うと静遠にできます。オブジェクトツールで、変形方法を、制御点と拡縮回転にした状態で、オルトを押しながら集中線を変形すると、中心を固定したまま変形できます。この時、そのままだと線の太さなどのパラメータも一緒に変更されます。線の太さなどを変えたくないときは、青い基準線だけを動かすと、中身はそのままに位置だけを動かすことができます。これは細かいけど微調整に必要な知識だね。オルトを押すとスポイトに変わってしまう人は、ファイルメニューの、修飾キー設定から、オブジェクトツールの、オルトを、共通から、なしに変更してください。ツールの紹介に戻ります。次は短めの白フラッシュです。こっちはさっきのと比べて少し落ち着いた感じがあるね。
ヒントを掴んだくらいのニュアンスにちょうど良いです。次は白ギザフラッシュです。ちょっと強めな気づきシーンにおすすめです。さっきのより少し激しめな感じだね。フラッシュは結構印象に差が出るところだから、シーンごとの強弱に注意して使い分けましょう。ここからは特製ツールになります。まずは、かすれ白フラッシュです。なんだかさっきのよりザラザラかすれてる感じだ。そうなのです。このかすれ具合がアナログ感のある画風とマッチするのです。というのもアナログ風の線画の場合、通常のフラッシュだとツルツルしすぎてデジタル感が出て浮いてしまうんですよ。こっちならアナログ風の絵にも馴染みやすいんだね。多分皆さんこのかすれ具合を出そうと試行錯誤しても、なかなかうまくいかなくて諦めていたんじゃないかと思います。お待たせしました。短めとギザフラのもかすれ版を用意したので、アナログっぽい画風の方は、ぜひこれらを自分好みにカスタマイズしてお試しください。かすれてるおかげでフラッシュに出がちなモアレが出にくいところもすごくいいね。よくあるフラッシュを応用した使い方も紹介しておきます。まず顔の近くに小さくフラッシュを作って、いらないところをマスクで隠して、新しいレイヤーに白い線を1本描き足すと、ピンときた時によく見るやつだ。ピンチ感が欲しい時は、ちょっとスパッタリングを散らすといい感じになります。最後に稲妻フラッシュです。まずお好みのフラッシュツールでたくさん描いて、位置や大きさを調整して、この稲妻線ブラシでフラッシュをつなぎます。稲妻線枝ブラシでちょっと足して、はい、稲妻フラッシュができました。より衝撃的なシーンに合う効果です。自分で自由に作れちゃうのは便利だね。あとおまけに、より小回りが利くブラシタイプのフラッシュと、パース稲妻線も用意したので、バトル漫画などでご活用ください。ついでに便利そうなのが来た。次は容器集中線ツールです。キャラが喜んでる時に嬉しさを増強してくれる、日光のような点線のエフェクトです。少年漫画でよく見るやつだ。それではこちらの喜んでいるキャラを、さらに喜ばせてみましょう。万歳してて楽しそうなキャラだ。まずは一番普通の、容器集中線、棒、です。キャラがパッと明るくなったよ。集中線なので基準線や中心を動かせます。中心は顔か胸あたりに置くと効果的です。集中線の間隔やまとまり、入り抜きのブラシサイズ、間隔、厚さなどを調整できます。割と自由に動かせるんだね。ただちょっと複雑なのと重いので、今言ったとこ以外はあんまり触らない方が良いかもです。他にも作ったので一気に紹介していきます。まず三角型、雫型、ひし形、波、点線に、点群、点の素材違いなどたくさん用意したので、好きなものを使ってください。容器集中線はかなり処理が重たいので、調整が面倒だったら、集中線をラスタライズしてから、線幅修正で調整するのもありです。応用として、白抜き集中線と組み合わせるのも良いです。まず放射線定規を設置してから、容器集中線を置いて、その上から白抜き集中線を描くと、よりはつらつとした感じになったね。次は白で、粒丸集中線を足して、黒縁をつけてみましょう。よりポップな感じになったね。色々組み合わせるとまた印象が変わってくるので、単体で物足りない時は色々試してみましょう。次はグレスケの容器集中線を紹介していくよ。まずは、角丸発光です。そのままだと黒くなっちゃうので、レイヤーカラーをモノクロからグレーにすると、パッと明るく光って笑顔が眩しい感じになった。最後にトーン化をオンにするのをお忘れなく。同じタイプとして、線光容器集中線と、白でグラデーションと合わせて使う、角丸ぼかしも用意しました。トーンとの組み合わせでよりいろんな表現ができるんだね。次は丸グラで集中線です。これもモノクロだと見えないので必ずグレー化してください。ポップで可愛い感じだ。
ストロークの間隔の数値で散らばり具合をコントロールできます。繰り返し方法を一巡のみから他の方法に変えても面白いです。なんだかはちゃめちゃ感がある。5色バージョンもあるので、可愛いシーンに使ってみてください。次はイライラ系の集中線です。コメディ寄りのイライラや、嫉妬などの負の感情を補強するのに使います。では僕をイライラさせてみましょう。ツールを使う前に、放射曲線定規をぐにゃぐにゃに設置しておきます。ここに、2かけ集中線を使うと、掛け網がぐにゃぐにゃにスナップしてくれます。イライラしてる感じの線が一気にたくさんかけたよ。集中線だから後から端っこを動かしたり、全体の間隔を調整したりできるよ。ブラシの掛け網でかぶりに気をつけながら一本一本均一に書くなんてできないし。後から全体を調整できるのも本当にすごいね。この2かけ集中線を基本に、他のツールも一気に紹介していくよ。まずは、濃い2かけ、薄い2かけ、2かけグラデ、2かけグラデ束、縄かけグラデ1、縄かけグラデ2、縄かけグラデ束、縄かけグラデ束鋭い、ボソボソ束、ボソボソ束鋭い、ボソボソ束細め。以上12種類になります。いやー、多すぎだろ。いやでも全部微妙にニュアンスが違くて、意外とシーンやキャラに合う合わないがあるので、全部無駄ではないんですよ。おすすめは、2かけグラデと、縄かけグラデ束、鋭いです。ちょっと重いけど、ぐにゃり具合も赤線で後から変えられるので、一通り試してみてください。最初に放射線定規を置いてたのは、後から触ると処理が重たいからだったんだね。さっきはギャグシーンよりのエフェクトでしたが、次はよりシリアスなシーンで使える不穏系のエフェクトです。こちらのシリアスな雰囲気で困って焦ってる感じの男を、より不穏で不気味な感じにしていきましょう。ここからのツールはより一層処理が重たいので、事前にキャラの顔か胸元あたりに放射線定規を設置しておきます。まずは、あれ集中線です。荒っぽい線がいい感じに入り乱れて不穏な感じが強まった。後から調整もできるけど、重たいしパラメータが複雑なので、濃くしたいときは別のレイヤーに、あれ加筆ブラシで加筆してください。ではあれ系で他のツールも紹介していくよ。まず、あれ長集中線。あれ集中線、渦。あれクロス集中線。今日あれ集中線、中心ぼかし。全部いい感じに不穏な迫力が加わって凄みが出てる。こう見えても全部集中線なので、一応後から基準線をいじったりもできますが、かなり重たいので、そこはお気をつけくださいませ。次は、不気味集中線です。アナログ漫画の緊迫したシーンでよく見るやつだ。あれをなんとかデジタルで再現できないか頑張ってみました。これも集中線なので、あちこち後から編集できます。テカテカ感のある線が自由に編集できて、不思議な感じだ。不気味集中線はひとまず、A、B、C の3タイプ用意しました。微妙な違いしかないですが、微調整すら重たいので、使ってみて違うとなったら、調整しないで次のを使う感じで良いと思います。また、不気味集中線にスパッタリングをすると、より緊迫感を出すことができます。あれ集中線も同様です。お手軽なのに油汗が吹き出すような迫力が出せて良いね。最後におまけになりますが、感情表現とは離れるんだけど、バトル漫画への応用を紹介していくよ。バトル漫画に？まずこちらの8頭身の僕がエネルギー弾を貯めてるところに、あれ集中線を使うと。いい感じに荒ぶる感じになったー。さらに、両規格丸ぼかしを入れて調整して。光がほとばしる感じになったー。さらに、両規線香を入れて調整して。こうなりました。結構大変そうな作業が一瞬で終わっちゃった。おまけにエネルギー集中線も作ってみました。なんですと？早速これも使ってみましょう。
こっちはアナログ系でかっこいい感じになった。エネルギー集中線は4種類作ったので、シーンに合いそうなものを使ってみてください。エネルギー集中線の作例をもう一つ。まずエネルギー集中線3を置いて、赤の形状線を右クリックして、制御点を増やして角を切り替えて曲線にして、90度以上を思いっきり曲げます。そうすると集中線が円に沿うようになります。位置や大きさを調整してホワイトを散らすと、怒ってエネルギー弾を構える女の子の完成です。いやすごいけどどういう状況？あと最後のおまけに、爆発集中線も作ってみました。は？それじゃあ早速こちらの絵に使ってみます。やばすぎ。これも後から調整できて、爆発集中線には B もあって、わかったからもういい加減にしろ。以上、漫画のエフェクトの解説とオリジナルツール紹介でした。どれも漫画を描いている人のかゆいところに手が届くツールばっかりだったよ。よかったら今回配ったツールたちを一通り使ってみてから、普段読んでいる漫画の中のエフェクトを改めて観察してみてください。きっとエフェクトの見え方が変わってくると思います。もしツールを使ったエフェクトと自分の絵にズレを感じて、満足できなくなった時は、ぜひ自分好みのエフェクトを自分の手で描いてみてください。その時にこの動画とツールたちがヒントになったら幸いです。今回の動画はここまで。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。